こんにちは、写真家の井上弘樹です。今回はいきなり作例からのスタート。この作例、左と右でそれぞれ異なったカメラで撮影しています。片方はこの動画を制作している2023年12月現在の最新スマートフォン搭載のカメラ。もう片方は一眼デジカメのフラッグシップモデル。ボディとレンズの総額で言えば100万円超えのものです。どうでしょう？どちらがどのカメラで撮影しているのか分かりますか？今回のゼミではスマートフォンのカメラで撮ってみたと題して、スマートフォンのカメラでどこまで極上な写真表現をすることができるかについて、井上がスマートフォンのカメラで撮影した作例をご紹介しながら考えてみたいと思います。ただし作例には取って出しのものだけでなく、井上が編集やロー現像したものも多く含まれています。取って出しじゃないと機材を紹介したことにならないとね、お怒りになる方がたまにいらっしゃるのですが、ここは写真表現を皆様と共に考えて楽しむ場です。ある機材でどこまでその性能を引き出して写真表現を楽しむことができるのか、そういった観点から作例を見ていただきたいと僕は思っています。取って出しってやつを見たければ、メーカーの製品紹介サイトにあるサンプル写真を穴が開くまで見てりゃいいんじゃないかなと僕は思います。僕もあのようなサンプル写真を撮影する仕事をすることがたまにあるのですが、あれもね、なかなか大変なお仕事なんです。時々日の目を見させてあげてください。さて、スマートフォン搭載のカメラの魅力を今回は4つの切り口から見ていきたいと思います。まず1つ目が、ここまで高画質になったぞとして、いわゆるガラケーやスマートフォン搭載のカメラの進化について見てみましょう。2つ目に井上が楽しんでいるスマホ写真について。3つ目に一眼デジカメ上位機種に迫る雰囲気。4つ目にこれからスマートフォン搭載のカメラに期待したい点という切り口から見ていきましょう。いきなりすごいカット。これは携帯電話にカメラが搭載され始めたばかりの2003年頃に撮影していたものです。通っていた大学構内にあった自動販売機で売られていたキャラクターパン。花の赤いゼリーが好きで時々買い食いしてました。この時のカメラは31万画素。携帯電話のカメラで撮られた画像のことを写メなんてね呼んでいた時代です。友人からいわゆる写メが送られてきても何が写ってるのかよくわからないこともあったし、素敵な子が写っていても高度な脳内保管がないと素敵な子が見えてこないという代物でしたが、当時の僕たちは写メにワクワクし、ボケボケの画像の向こう側を妄想して十数枚送り合っただけで当月分の定額パケットを使い果たして一月数万円の請求に怯える日々を送っていたりしたものです。いわゆる写メの登場に大喜びしていた頃のコンデジで撮影したのがこちら。新潟市の古町地区が見えています。手前の川、信濃川ですね。2001年に発売されたキヤノンのイクシー 200A。画素数は200万画素でしたが、なかなかいい写りでした。これの前にご紹介したキャラクターパンの写真と比べると、当時コンデジがとてもよく売れていたことがわかることと思います。いわゆる写メの画質はコンデジの代替になるものでは全くありませんでした。こちらは2005年初頭に撮影していた仙台駅のペデストリアンデッキ。携帯電話に搭載されたカメラの画素数は200万画素台に到達していたようです。この頃から携帯電話の契約にパケット定額プランが出てきたような記憶があります。この写真を見てみましょう。画素数が数十万画素のカメラと比べるとだいぶ鮮明な写りになってきた印象ですが、当時の同程度の画素数を有するコンデジと比べると、この通りもやっとした写りのものでいまいちでした。実際この時期はコンデジの出荷台数がぐんぐんと伸びている時期で、出荷台数で見ると2010年がピークだったようです。この数字からもユーザーにとっては携帯電話搭載のカメラはまだまだ満足のいくものではなかったことが見えてきます。さあ、いよいよスマートフォン搭載のカメラで撮影した写真が出てきます。僕がスマートフォンを手に入れたのは2011年の3月でした。こちらの写真は僕が落っこちた司法試験の試験会場になっていた大学構内で撮影していた1枚です。中1日休みの5日間連続の試験だったと思うんですよね。これはね、最終日だったかなと思うんです。そんなことはさておき、このカットを撮影したスマートフォン、2011年に発売されたエクスペリアアークに搭載されていたのは画素数が800万画素のセンサーでした。これまでの携帯電話、後にガラケーと呼ばれるようになる携帯電話に搭載されていたカメラとは全く違う写りです。確かに現代のスマートフォンに比べると解像不足や暗証のノイズこそ目立ちますが、電子的手ブレ補正が搭載されてかなり本格的なものになってきていました。
コンデジの普及モデルとの置き換えが進み始めることを感じたのがこの頃です。こちらは北海道美瑛町にある青い池での一枚。2013年に発売されたエクスペリア Z に搭載されている1310万画素のカメラで撮影しています。モデルチェンジごとに増える画素数はもちろん、この頃からスマートフォンのディスプレイの解像度はぐんぐんと上がり、このモデルではフル HD になっています。CPU もクワッドコアが搭載されて、以前はもっさりしていたカメラアプリがサクサク動くようになって、撮影した写真の編集の難儀もだいぶ減ってきたのがこの頃でした。撮影された写真を見てみると、だいぶ精細な写りになっている上に、日が当たっているところと日陰のところのように明暗の差が激しい部分の描画も相対的にうまく処理されているのが見えることと思います。こちらは2014年に発売された Xperia Z3 で撮影されたカット。2070万画素まで画素数が高められたセンサーは最高感度 ISO12800 を実現していて、ちょっとのっぺり感が否めないものの高画質化が一気に進んでいます。このカットはフランスのリヨンからパリへ移動するバスの中で撮影しています。この時は一眼デジカメも持っていたのですが、このような記憶の代替となるようなカットを撮るならスマートフォンのカメラで十分という感覚が芽生えてきていました。 iPhone を見てみましょう。2019年に発売されたシリーズ11以降では広角標準望遠、あるいは超広角広角望遠などといった三眼のカメラが搭載されるモデルがリリースされて、画質も一気に向上したものでした。 iPhone 13 Pro で撮影されたこちらの写真、ある地方自治体のプロモーション映像撮影のためにかつて鉄路が引かれていた後を訪れていた時のものです。車から降りた時のアブとハチのアタックが凄まじかったことを覚えています。大冒険な感じですよね。さて、話をカメラに戻すと、画素数こそ1200万画素ですが、草木の一つ一つが精細に描画されているだけでなく、輝度差の大きなところもうまく処理されていることがわかります。この仕上がりを手軽に手に入れることが iPhone の人気の要素の一つではないかなと思います。こちらはこの動画を制作している2023年12月現在、最も新しいモデルの iPhone 15 Pro Max で撮影されたカット。確か東京の東新宿で撮影していたはずです。夜の街角のネオンと闇のように、輝度差がとても大きなシーンでもハイライトがひどく白飛びせず、同時にシャドウがひどく潰れすぎない写りは、カメラが使える時間帯やシーンに広がりをもたらしてくれます。これはとても嬉しいですよね。こちらも iPhone 15 Pro Max で撮影しています。先日の綺麗に夕焼けた羽田空港。この後この機材が使用される予定だった便が旭川空港の暴風雪のために欠航になって、出張帰りの僕の予定は大変な展開になったわけですが、そんなことはね置いといて、いかがでしょうか。この生めかしい感じの光、これは iPhone の取って出しではなくて、センサーの画素数4800万画素を使うことができるロー撮影をして、 iPhone の中に入っているライトルームモバイルでデジタル現像をしています。こんな雰囲気な写真をスマートフォンで得られるようになったことが僕はとても嬉しいです。先ほど見たガラケーのカメラで撮影されていたドラえもんパン、違う、キャラクターパンのカットと比べると、携帯電話に搭載されているカメラはこの20年でものすごい進化をしています。さて、急速な進化をし続けているスマートフォンのカメラですが、井上はどのような用途に使っているのでしょうか。大きな一眼デジカメやコンパクトデジカメ、高級なやつを所有しているにもかかわらず、スマートフォンのカメラをあえて使うシーンについてご紹介したいと思います。まず挙げられるのが、撮影お疲れちゃん飯の撮影。一眼デジカメやコンパクトデジカメ、高級なやつで撮れば極上の写真になることは分かっています。でもなんだかめんどくさい時があったり、ガチ撮影をしている姿を周囲に見せたくない時だってあったりするものです。そんな時に周囲の人たちから違和感を感じられないように、さっとスマートフォンで撮ったりするものです。これは近所のハンバーグ屋さんの最も小さいサイズのプレート。満腹でやばい感じになるのですが、ご飯と美味しいハンバーグが天地逆転して盛られているこの雰囲気が好きで、何度も食べに行ってしまいます。びっくりドンキーに行ったら必ず注文するのがこのイカの箱舟。スマートフォンのカメラでこのような感じの写真を撮るためにはポートレートモードがおすすめです。料理にピント合わせてその背後をボケさせるという表現が簡単に撮影できます。問題はポートレートモードで撮影するときに被写体からカメラまでの距離がある程度必要な点なんですね。なんていうのかな、
立ち上がらずに撮影するためにはのけぞるような視点が求められるわけですよ。このね距離じゃピントが合わないわけですよ。なんかねこうやってやっとピント合ったってなったりするんですよね。のけぞるような姿勢が求められるわけでね、なんかこのね料理の写真を撮るためにみんなで料理が運ばれてきたらのけぞって撮ってるっていうのがね、この令和の初頭の懐かしい光景として微笑ましく思い出されたりするかもしれません。僕が大学浪人生をしていた頃から通っている札幌市内にある蕎麦屋さんで撮った冷やしたぬきつねそば、揚げと天かすの両方が載っています。スマートフォンのカメラでこういった写真を撮るとき、テーブルの端に料理を置いて撮影すると背景までの距離を撮ることができて、背景が良い感じにボケやすくなることを知っておくと良いかもしれません。もちろんその背景の中に雰囲気に合わない模様とか毒々しい色があると台無しになりますが、それらに注意しながら背景処理に困った時はぜひこの方法を取り入れてみてください。スマートフォンのカメラは撮影お疲れちゃん飯の撮影だけでなく、一眼デジカメを使った撮影の時にその背後から撮影していた現場を一眼デジカメと共に撮るような時にもよく使っています。このカットを撮ったのは2020年の春。普段なら観光客の方々でごった返している小樽運河の定番撮影スポットなのですが、この時は誰もいませんでした。ちょっとなんかもう懐かしい日々ですよね。右の小屋の上にある時計が12時で止まっていたこともなんだかね、切なかったことを覚えています。撮影旅行中の宿やその時の機材の量が見えるカットも撮影の背景ということができるでしょう。札幌で僕が常宿にしているホテルの部屋の中で、その日の機材を部屋まで運び込んだカートとともに撮った一枚。こんなシーンはまさに一眼デジカメを取り出すまでもない感じのシーンと言えます。そしてスマートフォンのカメラよりもコンデジ高級なやつで撮る方が綺麗に映ることが分かっていても、このような記録的要素が大きいカットだと写りが飛躍的に良くなっているスマートフォンのカメラを使いたくなってしまうものです。撮影のための移動中にさっと撮るスマホ写真。運転席に座った自身の胸元からこのような雰囲気で撮るためには超広角のレンズが必要になります。一眼デジカメだと超広角レンズにレンズ交換をする手間がかかるし、いつも持ち歩いているコンパクトデジカメ高級なやつは 24mm 始まりで 14mm という超広角の画角の撮影はできないんですね。となると 14mm という超広角でこのような記録的な写真を撮るときにはスマートフォンのカメラがとても役立つんです。こちらも移動中にさっと撮るスマホ写真。昨今、公共交通機関、特に電車の中で一眼デジカメやコンパクトデジカメを手にして撮影するのはなんだかリスキーな感じになってきている印象があります。とはいえ、他者の権利を侵害しない範囲でさっと撮りたい瞬間はあるもので、そんな時に電車内の多くの人が手にしているのと同じスマートフォンで撮影するのは良い方法かもしれません。大学での講義を終えて高田馬場から羽田空港へ向かう山手線の車内でふと撮りたくなった光景がこのカット。通常縦位置で手にしているスマートフォンをね、横位置にするとちょっと違和感のある動作になるわけですけども、物々しいカメラで撮るよりはずっと周囲に違和感を与えずに撮ることができるのかなと思います。一眼デジカメをカメラバッグから取り出すまでもないようなシーンもあるし、そもそも取り出すのが辛いシーンだってあるものです。たった一泊の東京出張から旭川空港に戻ったら、駐車場に止めてあった車にもっさりとお寿司のように雪が積もって、なんだか雪庇までできています。こんな時、リュックから一眼デジカメを取り出してちょうどいい焦点距離のレンズに交換してなんてことをね、したくはないですよね。やはりポケットからスマートフォンをさっと取り出して撮っておきたい。モデルチェンジを重ねるごとにダイナミックレンジが広くなるスマートフォンのカメラのセンサーは照明が雪に当たっていて、明暗の差が大きくなっているようなシーンを撮影する時にも安心さが増してきてるなと感じています。僕が撮影を楽しんでいるスマホ写真のシーンの3つ目は飛行機の旅。飛行機に乗ることが子供の頃から楽しみで、年間100回近くもののフライトをする大人になった今でも飛行機の旅を毎回ワクワク楽しんでいます。以前は一眼デジカメを抱えて乗っていたものですが、満席便が増えてきた近頃はなんだか隣の席の方に気を使ってしまったり、客室のディスプレイに脳盗撮なんてね、標語が時々表示されていたりして、僕らの肩身は狭いものですよね。とはいえ、大好きな空の旅の記録を写真として撮り続けたいという気持ちもあり、僕が落ち着いた先はスマートフォンのカメラでの撮影でした。今お見せしているような機窓からパシャリと撮るカットはよくある飛行機の旅のカット。
他の人から見ればこのカットの何がいいのと思われる可能性が高くなるようなねカットなのですが、僕本人としては満足してるからそれでいいというカットの典型です。羽田空港 D 滑走路の桟橋構造を見るたびに僕はワクワクするんですね。わからないでしょ。でもね、これでいいと思います。はい。空港の窓の外に見える飛行機は自身が窓から遠ざかれば遠ざかるほど大きく飛行機は窓の中に見えてくるものです。その雰囲気は本当にかっこいい。真昼の大きな気動差をカメラで捉えるというのはね、少し難しさを伴うのですが、どんしゃりな感じに仕上げてこれから乗る飛行機を主役にしたいと考えました。まず露出調整をアンダー気味にして最も明るい飛行機に露出を揃えて手前の搭乗口を真っ暗にします。手前の搭乗口をしっかり暗くするために白飛びと黒つぶれを防止する HDR 機能をあえてオフにして撮影をしています。このゼミに参加いただいている皆様であればスマートフォンのカメラの露出調整はお手の物かもしれませんが、もしスマートフォンのカメラで露出調整をしないで撮影していた方はぜひこの露出調整をトライしてみてください。ボーディンググループ1番で搭乗できたり、お客様が少ない時はこんなカットが撮れたりします。飛行機の窓から差し込む光は素敵なもので、かっこいいカットが得られる可能性が高めです。せっかく飛行機に乗る機会があった時には、機窓からのカットだけでなく、ちょっとかっこいい機内のカットも撮っておきたいもの。このカットはポートレートモードを使って手前のシートの背面だけにピントを合わせて、その向こう側を大きなボケにして撮影しています。安全のしおりの B767-300 の文字にしっかりとピントと光が当たってボケの中で並ぶ窓やシートの存在は飛行機の中の雰囲気を十分に伝えてくれていると言えるでしょう。飛行機好きにはたまらない感じです。こちらも早めに登場できた時の1枚。外の明るさに露出を合わせて手前のシートに窓からこぼれてきた外光をほんのり見せるように仕上げています。飛行機の旅が大好きな僕はこの雰囲気にワクワクするのです。ここで改めて思い出してください。冒頭の方でお見せしていたキャラクターパンの写真。あれに比べてとんでもない進化をしています。機窓では夕暮れ時の美しい色が刻々と変化をしていました。一方で僕はといえば YouTube の編集。なんてつまらないことをしているんだと思うのですが、機窓の写真を機内と合わせて撮るときは明るさを揃えるというのがコツです。実はこのカットを撮ったとき、パソコンのディスプレイの輝度を調整して窓の外の明るさと大きな気度差が発生しないように整えています。おっと、この写真は先日井上が撮って納品したあの森での一枚ね。こんな楽しみ方をしているというのはあまり大きな声で言うものではないのかもしれませんが、このエアラインの広告やサイネージに出てくる写真の多くが井上が撮影したもので、飛行機に乗るたびに見かけるとちょっと嬉しくなってしまいます。こういったカットはやはり目立たないように撮っておきたいものですから、うまいチャンスを見つけて他のお客様に違和感や不快感を感じられないように、迷惑にならないようにスマートフォンで撮るのが良いでしょう。近頃のスマートフォンのカメラの目を見張るような進化のおかげで、数年前は諦めていたようなカットを撮ることができるようにもなっています。羽田空港を離陸した飛行機の窓から宝石箱をひっくり返したような東京の夜景を撮ってみました。いかがでしょうか。機体の揺れが少ないタイミングを狙って、そのスマートフォンのカメラごとに許容できるノイズになるギリギリの ISO 感度、そしてその時の揺れとの関係でブレが目立たないギリギリのシャッター速度を設定するためには、例えば iPhone を使っている時はデフォルトのカメラアプリではなく Lightroom モバイルのようなカメラアプリでシャッター速度や ISO 感度を任意の数値にした上でロー撮影するのも良いかもしれません。このカットはそのようにして撮影しています。ちなみに iPhone ではなく Xperia シリーズではカメラの UI が一眼デジカメの α と共通されているモードがあって、撮影の時にとても便利です。僕は今のところ Xperia のカメラ UI が綺麗な写真を撮るために一番使いやすいなと思っています。さあ、この写真を見てみましょう。こちらは風景写真愛好家の方々の多くが憧れる北海道の美瑛町。冬の朝霧が丘に立ち込めています。スマートフォンで撮影されているとは思えない見栄えになっているのではないでしょうか。iPhone 15 Pro Max に搭載されている三眼カメラのうち 35mm 版換算値でいうと 120mm のレンズで撮影しているので、1200万画素からトリミングをしなくてもこの画角を得ることができるようになっています。この仕上がりの雰囲気を見ていると、コンデジどころかデジタル一眼を置き換えることもできるのではと思う方もいらっしゃることでしょう。
そんなことをね思ってしまうのもわからないわけではないもので、こちらはカメラ本体とレンズ合わせて100万円超えのセットで、ほぼ同じ時間、ほぼ同じ画角で撮影したカットです。スマートフォンの小さなディスプレイとかフル HD のディスプレイ、もうね 4K のディスプレイで拡大しないまま見るのだったら、どちらのカメラで撮影したのか区別ができないかもしれません。ちょっとねドキドキしちゃいますよね。ではこの赤枠部分を拡大して、それぞれのカメラで撮影したものを左右に並べてみましょう。いかがでしょうか。左側が iPhone 15 Pro Max、右側が α1 と 7200mm というデジタル一眼。この動画を 4K のディスプレイで 4K の解像度で見ている方には、もしかすると左側にある iPhone 15 Pro Max で撮影されたものの方がちょっとね強くシャープが効きすぎていて、細部がボソボソしている感じを認識いただけるかもしれません。詳細がわかるように、さらにこれらの赤枠の部分を拡大してみましょう。ここまで拡大すると iPhone 15 Pro Max で撮影した方の粗さが見えてくることと思います。とはいえ、昨今のスマートフォンのカメラは特定の焦点距離、スマートフォンに搭載されている特定のレンズの焦点距離においては、光が十分にあるという場合において、これだけ一眼デジカメに肉薄した雰囲気に取り残すことができるようになっていることは紛れもない事実です。こうやって見てみると、もう一眼デジカメはいらないのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうとはまだまだいかないんですね。次のカットを見てみましょう。こちらは iPhone 15 Pro Max の 35mm 版換算値で 48mm のレンズで撮影したキタキツネ。よく改造していると思いますが、センサーサイズがとても小さいこともあって、手前から奥までピントが合っている被写界深度が深い写真になっています。一方こちらは 35mm フルサイズのセンサーの一眼デジカメに 50mmF1.4 のレンズをつけて、およそ同じ位置から撮影しています。キタキツネの目にピントが合っていて、その前後から緩やかに、そして距離がある背景の草むらは大きくボケています。被写界深度の浅い撮影です。この結果として被写体であるキタキツネは背景の模様から分離されて、しっかりと目立って立体感が出てきています。こういった動物のポートレート写真において、被写界深度が深いカットと浅いカットのどちらが良いかは好みの問題であることと思いますが、どうでしょうね。豊かなボケになる効果を得られる写真表現の方が好みだという方は多いことと思います。この意味においては、スマートフォンのカメラにはまだまだ難しい領域があるということがわかることと思います。よりバリエーション豊かな写真表現をするツールとしては、まだまだ一眼デジカメの存在は揺るぎないものと言えるでしょう。もっとも近頃は AI を使った被写体認識と空間認識をすることで、疑似的にレンズのボケを作り出す技術も日に日に精度を上げてきています。現代ではわざとらしいボケが生成されることが多いのですが、必ずや近いうちにこのあたりのわざとらしさが減って、より自然なボケ方をさせてくれることができるようになることと思います。今回のゼミではスマートフォンのカメラでどこまで極上な写真表現をすることができるのかについて、井上がスマートフォンのカメラで撮影した作例をご紹介しながら、現段階での限界事例と合わせて見てきました。今後数年の間に目を見張るような技術の進歩があることと思います。それは写真を撮るという体験との関係では切ないものになるかもしれませんが、きっと私たちの写真表現の幅を広げてくれる素敵な機会になるはずです。その時を楽しみにしていたいと思います。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方はいいねを、そしてぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。